今日は私のゲーム環境の紹介、デスクツアーを撮っていきたいと思います。私がゲーミング PC を購入したのがちょうど1年前、2024年の1月なんですけれども、まだまだちょっと発展途上のデスクにはなるんですけど、まずはこれがあれば快適にゲームができるんじゃないかなっていう思うものを、集めてるので皆さんに紹介したいと思います。これから新生活始める人とか、これからゲーム部屋作りたいなみたいな、あと何から集めたらいいか分かんないなって思ってる方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。まず全体の配置はこんな感じです。デスクの上にゲーミング PC を置いていて、モニター2枚とマイク、キーボード、マウス、あと、棚がないのでキッチンワゴンに、カセット類とかですね、ゲームのカセット類とか、あとコード類とかを入れて、収納してます。でお部屋のインテリアが、メインはホワイトで差し色でグレーか水色を置くようにしているので、デスク周りも、同じような配色を心がけて、物を選んでいます。ゲームの周辺機器ってホワイトのものって最近多くなってきたんですけど、やっぱり黒が一番ですよね。ホワイトってなかなかなかったり、黒より値段が張ったりっていうのが多いんですよね。では初めにゲーミング PC から紹介したいと思います。私が使っているのが G-Tune のホワイトモデルです。簡単なスペックが CPU が、インテル Core i7 の、これは 14700F なんて読むんだろう、わかんないんだけど、とメモリが 32GB、 SSD が 1TB で、グラボが RTX の4070が搭載されてます。まずゲーミング PC を選ぶ際に設けた基準が3つあります。1つが、白筐体であること。2つ目がライティングが水色にできるもの。3つ目が最新のゲームがサクサク遊べる程度のスペックを有しているものです。これらの3つの条件をクリアしたのがこの PC でした。その上で、選んだ最大の理由っていうのは、コスパが一番良かったからかなと思います。なんといってもこれマウスの、そういうキャンペーンだと思うんですけど、ロジクールのオーロラコレクションめちゃくちゃ可愛くないですか？マウス、キーボード、ヘッドセットとセットになっていて、そこに私はモニターもプラスして、合計で34万円でした。でそのあたりの、パソコン以外の周辺機器を全て Amazon で揃えるって考えて、値段とかも全部込み込みで計算したら37、8万ぐらいしたので、それを考えると、明らかにお得だったんですよね。で惜しいなって感じるところを強いてあげるとしたら、色味を変えられないところくらいですかね。ライティングの色、この動画を見てくれてる人の中で、多分購入の候補に上がってるんじゃないかなって思ってるのが、ストームだとか NGXT のガラス張りの筐体とかにもやっぱり私憧れはしたんですけど、でもこれから全部周辺機器を揃えていくっていうことを考えると、そのパソコンストームとか NGXT のガラス張りの筐体とかってちょっと予算オーバーだったっていうこともあったんですけど、すでにゲーム環境があって2台目の PC として迎えるデスクトップゲーミング PC としては、ストームとか NGXT めちゃくちゃいいんじゃないかなって思うんですけど、私みたいに一から、ゲーム部屋作るとか
ゲーム環境欲しいなって言ってる人結構周辺機器も値段がするので、コスパよくゲーム環境を揃えた人には、G チューンのオーロラスコレクションのセットになってるものがおすすめです。私が購入したものはもう終売になってるみたいで、今は上位の G チューンのなんか S がついてるモデルが発売されてるようでした。でグラボが4070スーパーっていう、私の搭載されてる4070よりは最新のものが搭載されていて、あんまりなんか調べるとそんなに差はないらしいんですけど、今から買う人は、S がついてる方を買うのがいいと思います。続いてデスクは3話ダイレクトの、シンプルなデスクを選びました。幅が140センチで奥行きが60センチあるものです。デスクトップ PC とモニター2台を置くのであれば、140センチこれぐらいは最低限必要かなと思います。PC を下に置けば余裕が出るので、パソコンあったところに何か飾ったりとかはできるし、もっと机のねゆとり多く使えるかなとは思うんですけど、床って結構ホコリが溜まっているので、あんまりパソコンには良くないのかなと思って私は上に置いてます。でただ今壁に隣接してる状況も多分熱排出がちょっと良くないのじゃないかなとは思ってます。モニターは2枚置いてます。イーヤマとグリーンハウスのものです。どちらも 23.8 インチの 165Hz です。ホワイトでベゼルがこんなに細いものってなかなかないんですよね。結構ベゼル太めのものとかもあるんですけど、これどっちもお気に入りです。ただ、イーヤマの方が確か性能が良かった気がするので、私はいつも左側に置いた、イーヤマのモニターでゲームとか作業してます。続いてモニターアームです。Amazon で購入したんですけど、ページがなくなってしまっていて、ちょっとどのメーカーか分かりませんでした。確か4000円くらいだったと思います。私は全くモニターをあまり動かさないので、可動力に重きを置いていないので、ただデスクをすっきりされてたいっていうためだけに使ってます。グリーンハウスのモニターの足見たことある方いますか？すごいね、ガンダムの頭のV のそれそっくりなんですよ。めちゃくちゃ場所を取るんですよね。私はデスクをスッキリさせたいっていうために使ってるので、稼働を取るならもっと値段がするものを使うべきだとは思うんですけど、そこまで動かす予定がないっていう人は4000円くらいのモニターアームで全然大丈夫だと思います。てか十分じゃないかなと思います。私も別に使っていてなんか不便があるっていうわけでもないです。あとはモニター2枚置くのが決まっている方はなんか2アームモデルも売ってるので、それ買ってあげるとよりすっきりしたデスクになるんじゃないかなと思います。次がモニターライトです。クンティスのものを使ってます。モニターライトも白が良かったんですけど、ちょっとベンキューだったかなのものでホワイトがあったと思うんですけど、ちょっと値段がするので、このクンティスの黒色でいいかなって思って、これはもう諦めて黒を使ってます。で最初はモニターライトなんていらないだろうって思ってたんですけど、もうこれはもう手放せなくなっちゃいました。これを置くだけで夜中のゲームとか作業がめちゃくちゃはかどりまくります。次がマイクです。ハイパー X のクワッドキャスト S を使ってます。主に、ゲーム仲間との通話に使用してます。このマイクのいいところは音質がそこそこいいところだと思います。
もっと値段がするマイクはもっと音質もいいと思うんですけど、値段と性能を考えると、性能めちゃくちゃいいなと思います。あと USB 接続なのでオーディオインターフェースが不要です。手話のマイクとかってちょっと特殊で、ヤマハのオーディオインターフェースとか買わなきゃいけないんですけど、オーディオインターフェースってちょっと高いんですよね。それが、いらない。パソコンにそのままさせる。で次はミュートも触れるだけでよくって、触れるとライトが消えるんですよね。なのでミュートし忘れたっていう事故もないし、ミュートしてて喋ってたみたいなこともないので分かりやすいです。あとはライトの色も自由自在に変えることができます。次マイクアームです。フィファインの、ブームアームってのを使ってます。でロープロファイルで、モニターの下から通す式です。上から通す吊り下げ式のアームも結構見ると思うんですけど、私が上に何かある状態でゲームとか作業とかちょっと集中できる気が全くしなくって、何をしていても上にあるって視界にちらついて気になりそうだったので、絶対下から持ってく方がいいんじゃないかなと思ってたので、このロープロファイル式のものにしました。で稼働は値段相応かもなく不可もなくっていう感じです。で使わない時はモニターの下に収納してるんですけど、時々ちょっとマイクの重みで下がってる時があるので、そこはまた六角レンチでこのなんて言うんでしょう、部分締めてあげれば問題なく使用できるので、コスパ良かったかなと思います。私は満足してます。次がキーボードとリストレストです。ロジクールのものを使ってます。これはさっき、言った通り G チューンとセットになってたオーロラコレクションのものです。めちゃくちゃ最高です。このキーボード赤軸なのでうるさすぎない。打鍵感はスコスコっていう感じです。結構チャットをすることが私は多いので、うるさくないものが欲しかったんですよね。でカチカチする音を出したい人っていうのは青軸のものを選ぶのがいいと思います。見た目も白で可愛いし、ライティングも自由に変えられる。でワイヤレスだし充電もできるっていうところもとてもいいところだと思います。あといるかいらないかってよく今言われるリストレストなんですけど、キーマウス操作にリストレストは絶対必須だと思います。手首が何より疲れないですよね。キーマウス操作よくする人はとか、あとチャットをよくする人もリストレストあるといいと思います。次にマウス、こちらもさっきの、セットと一緒でロジクールのオーロラコレクションのものです。ゴロンとしたフォルムですごい見た目可愛らしいですよね。で手のひらに収まるサイズ感でクリック音も全くうるさくないです。キーボードと同様に色も自在に変えられます。次イヤホンは中華製のイヤホンを使ってます。ロジクールのヘッドホンが、セットでついてきたんですけど、私どうしてもヘッドホンが合わなくて、もうどんなにふかふかで軽くていいものを使っていても、やっぱり長時間使うと頭頂部とか耳、肩、首が絶対痛くなったんですよね。
で私にはもう合わないんだなって諦めて、もうイヤホンを私はずっと使ってます。このイヤホンは安いのに性能が良くてノイズが入るとかも全くないのですごくおすすめです。で次大事なのが椅子ですよね。私今ダイニングに置いていたはずの椅子を使っていて、もともと引っ越しをしたんですけど、引っ越し前はゲーミングチェアを使っていて、引っ越しと同時のタイミングで手放したんですよね。でそこからいろいろ探してるんですけど、もう買うなら絶対いい椅子が欲しいと思っていて、いろいろ探してるんですけど、もう迷いに迷ってもう今買えなくなっちゃってる状態なんですよね。でまずゲーミングチェアにするのかオフィスチェアにするのかっていうところから迷ってて、で条件が、見た目は絶対白かグレーが良くて、で性能はヘッドレストってですか、頭までこうつくところにつくものと、あとアームも欲しいし、オットマンは別にどっちでもいいかなって感じです。で一番重要なポイントが、長時間座っててもお尻とか腰とかが痛くならない、疲れないものがないかなって思ってます。未だにこれだって思うものにちょっと出会えてなくって、おすすめの椅子あれば皆さんぜひ教えてほしいです。で以上が、一般的なゲーミングデスクに置いてあるものたちかなと思います。でこれさえあれば、いいって思うものはここまでくらいですかね。でちょっと動画が長くなりそうなので一旦ここまでにして、次回に小物類だとか、インテリア系の紹介をしたいと思います。で最後にこの動画で、紹介したもの、私がゲーミング PC 最低限集めるのにかかった金額、総額が42万円でした。一からゲーム部屋を作ろうって考えてる人はこのくらいの予算考えていた方がいいのかもしれないです。でもちろんモニター1枚でいいとかアームはいらないなという方もいると思うので、自分に合ったスタイル、デスク作って一緒にゲーミングライフ楽しみましょう。紹介したものの詳細と、リンクは概要欄に記載しておきますので、よかったら見てみてください。ではまた次回。